本から南米までの経由地ヒューストンへ向けて飛行中。楽天モバイルの海外2ギガ無料に無事接続できて超便利。やったね。わーい、久しぶりのアメリカテキサス州初めまして。海外旅行で最初に不安なスマホとウーバーが順調にできました。次はヒューストン宇宙センターのチケットですが、ネットの事前予約がおすすめで1人 40US ドルほどでした。遠くにヒューストンの街の中心部が見えてきました。めっちゃアメリカを感じます。嬉しい。ダウンタウンにはダイキンパークやトヨタセンターがあります。日本庭園、清和マーケット、大同マーケットもあります。日本人や日本企業に馴染みのある街ですね。嬉しいな。時間通りにたどり着けるか不安です。パトカー？緊急事態発生。あれあれ、フリーウェイが封鎖されています。マジやばい。フォーカスが窓でよく見えませんが大事故です。うっそ。大雨の玉突き事故によりフリーウェイを降ろされています。涙。南米旅行のノウハウ4、ヒューストン乗り継ぎ編。日本で預け入り荷物をピックアップするか否かを確認。乗り継ぎ時間 7.5 時間の配分に注意。入国審査 1.5 時間、行きの車1時間、帰りの時間1時間。米国出国とラウンジボーディングで3時間。ヒューストン宇宙センターの滞在はわずか1時間。到着遅れは見学時間がなくなるので本当にやばいです。トレーラーやっちゃったみたいですね。ショックです。そんな。幸いすぐにフリーウェイに戻りましたが、雨が強いのでドキドキです。あんなに大雨だったのに突然やみました。助かった。やったさすがアメリカ南部。天候が何だか分かりません。45ガークフリーウェイからナサバイパスに入りました。もう少し。ジョンソン宇宙センターのエリアに入ってきましたよ。NASA のジェット練習機 T38 タロンです。この先に有名な NASA のミッションコントロールセンターがあります。実はこの時運転手さんが間違えてリアル NASA のゲートへ。もちろんゲートで止められて U ターンしました。笑い。本物の NASA のゲートも見れてラッキーでした。
ペース X 社の実物ファルコン9ロケットブースターです。大きくて長いですね。B747 はシャトル輸送の NASA905 号機じゃないですか。レプリカのスペースシャトルインディペンデンスが上に乗っています。めちゃ感動。すごいすごい。来たー、夢の NASA ヒューストン宇宙センターですよ。アポロ計画の次はアルテミス計画で人が月へ行きます。当日チケットはこちらで購入もできますが、ネット購入が安心です。土星の説明なのかな。サターンって悪魔みたい。アメリカは駐車場が広いですね。まずは入場時間が来るまで外から見ます。大きいですね。パイロットの名前が書いてある。ほら。インディペンデンス。メトロのバス停がファルコン9の前にあります。南米旅行のノウハウ5、ヒューストン宇宙センター入場編。荷物チェックがあり、大きな荷物は持ち込み禁止。有料荷物預かりあり。大型カメラ、自撮り棒、ジンバル、アクションカメラは持ち込み禁止。私の普通サイズのバックパックは OK でした。こんなの聞いてないよ。わー、テレビで見た念願の NASA が目の前にあります。ここからはスマートフォンで撮影していきます。カンザスで発見されて隕石だそうです。触りまくりですね。こちらはスターシップギャラリーのシアターです。吊り下がっているのは月着陸船 LTA-8 です。これで月に降り立って人類はすごいですね。お時間のある方は一番人気のドームツアーをぜひに。お土産屋さんに食堂、売店なども充実しています。食堂もとても広いですね。壁の絵も楽しめます。フードコートのようで何店舗か入っていました。展示物が多くて1時間では見切れません。涙。そんな。おお、ミッションマーズ。火星への旅はできるかな。マネキンがリアルでちょっと怖いですね。ロケットのエンジン部分ですね。 NASA のいろいろな制服や宇宙服が数多く展示されています。 We're going back to the moon。
アルテミス計画って萌え萌えキュンキュンです。ルナ。バックトゥルナ。closed environment of space, and water is a very scarce commodity. So just 国際宇宙ステーション ISS ギャラリーにて講義が行われていました。 we recycle. This technology is helping us and astronauts further and further into space for future deep space missions, and is helping us on Earth right now by providing fresh water to arid and polluted regions that may not have access to clean water. This technology is saving. Surface tension becomes the dominant force acting on the blobs of water. These blobs of water will ooze around and bump into each other. And when they do bump into each other, they'll morph together to form one big blob. And if they happen to run into anything with any absorbency, like that towel over there, 外の展示物を見るためスターシップギャラリーを通過します。ジョン・ F ・ケネディ大統領のムーンショットの演説台だ。わあ、アポロ17号の司令船が展示してあります。すごい。すごいすごい。どうですか月？なんか普通なんか石硬い石だね。ミッションコントロールコンソールです。テレビで見たやつです。こちらはスカイラボ。大きくてリアルでした。人形ですが、一応モザイクをだいぶリアルですね。枠が止まりません。さあ行くぞ。車輪もエンジンも大きいですね。ボーイング747シャトル輸送機が機内に入りました。 It's one of the strangest sights in all of aviation. A 747 airliner piggybacking a 165,000-pound space shuttle. Who dreamed up this remarkable partnership?
outside of your own personal spaceship, everything that you need to sustain life is around you or in the bathroom area. もう一つ上の階に登って次はスペースシャトルです。これがペイロードベイですね。広くて思ったより大きいな。皆さん、あれがトラムツアーですよ。乗りたかったな。一番見たかったスペースシャトルのコックピットですよ。かっこいい。これだけボタンがあると操縦するのも大変でしょうね。ふわふわしてて待つと押しちゃいそうじゃない。今度は上からのペイロードベイです。あ、花だ。あ、この角度で見えるのいいですね。シャトルの耐熱タイルに何やら文字がいっぱい書いてあります。オービターアクセスアームというそうです。弾丸で回りましたが、そろそろ空港に戻る時間になりました。1時間ほどでしたが、とっても満喫することができました。NASAさん、ありがとうございました。また遊んでね。海外らしい大きなクリスマスツリーが素敵。アメリカはいいな。ヒューストン宇宙センターはグレートアメリカです。お昼ご飯も食べてませんが、やばい、ウーバー急いで呼ばなきゃ。なんとかヒューストン国際空港に余裕を持って戻れました。ありがとう。ヒューストンを楽しめたのはわずか数時間でしたが、 NASA の宇宙センターは絶対行く価値ありです。だって経由がなければヒューストンに来る機会はめったにないもんね。それじゃね。